なんか、YouTube で雑談配信したり、歌ってみてあげたり、ゲームやったり、いろいろ楽しいことやってるんですけど、全然伸びないんです。どうしたらいいか教えてください。どうも、飲み屋でスカウトされてデビューした VTuber 講師ディスコテンメテオでーす。YouTube って特化した方が伸びるとか、伸びてないのは特化してないからですよ。よく聞くと思うんですけれども、それが本当なのかどうなのか。目に見えるものが正解とは限らない YouTuber の世界へようこそ。冗談はね、これくらいにしておいて、シリーズ第4弾の今回はですね、YouTube においてコンテンツの特化って本当に大事なの？なんで大事なの？っていう内容をやっていきます。あくまで YouTube を伸ばすという一点において解説していきます。それを踏まえた上で、バーチャル YouTuber の多くが伸び悩んでいる現状について一緒に考えていきましょう。前回の動画でチャンネル登録者 not イコール収益って話をしてるんですが、それと真逆のこと言ってるやんって思った方、ちょっと一旦それを横に置いておいて、ぜひ最後までご覧ください。こういう話が好きな人とか、役に立ってる、ためになったって方は今すぐチャンネル登録、高評価、そして Twitter のフォローをしておいてください。毎週土曜日18時にこういう動画を出していきます。結論、コンテンツは特化した方が伸びます。そもそもコンテンツの特化って何ってところから話していきます。コンテンツの特化っていうのは YouTube に上げる動画のジャンルを絞るってことなんですよ。例えばゲーム実況してますっていうのであれば、ゲームのタイトルまで絞るんですよ。今だとポケモンを上げるならポケモンばっかり上げるとか、エーペックスならエーペックスばっかり上げる、アモアスならチャンネル見たら全部アモアスみたいなこと、これをコンテンツの特化と呼びます。いろんな人がいろんなことを言っていますが、これは YouTube 側でも正式に情報を出しているものです。 YouTube の公式さんがたまにやってる勉強会でも同じことが言われていますし、実際にピックアップされて講師としていろんな実体験を聞かせてくれる方々も口を揃えて同じことを言います。ここからかなり厳しいことを言います。この動画を見ていてYouTube チャンネル持ってる方は収益化して稼いでいきたいと思ってる方だと想定して話していきます。今あなたが YouTube チャンネルで収益化してないなら、今すぐコンテンツジャンルを特化させて収益化まで持っていくべきです。収益化しても思うようにチャンネル登録者数や再生回数が伸びない、稼げてないっていうのであれば、今すぐジャンルを固定して伸ばした方がいいです。いろんなゲームも毎日配信してたら伸びると思うんです。いや、無理です。トップの VTuber さんみたいに歌ったりゲームしたり雑談してたらそのうちバズって。無理です。今すぐ意味のないことはやめてください。もしこれをやらないのであれば YouTube だけで伸びていくことがなかなか難しいという事実を受け入れて、地道に努力して伸ばす必要があることを理解し覚悟した上で活動してください。でも先生厳しいですですよね。わかります。私の YouTube チャンネルを見てもらうとわかるんですが、私も特化していないんですよ。ぶっちゃけ YouTube という市場マーケットにおいて伸ばすだけを考えるなら、人気のジャンルに特化して配信と動画を出し続けたら3ヶ月から半年くらいでそこそこの数字までいくの分かってるんですよ。さらに言うと、その中でも短くてクオリティの高いものを海外向けに英語字幕つけて広告回したら一気に伸びて再生回数も回るんです。知ってるんだよ。私もこの1年ほどさ、バーチャル YouTuber さんはもちろんなんだけど、めちゃくちゃ伸びてるゲーム実況者さんたちといろいろ話させてもらったり、本当にその人たちが伸びている様を見てきてるんですよ。そういう方々は口を揃えて言います。メインコンテンツ以外のことをやるときはそこそこ気を使っていると。メインコンテンツを変えるときも結構悩むって知ってますよ。知ってますとも。でもさ、VTuber としてやりたいことってちょっと違ったりするじゃん。トップの VTuber さんたちがさ、いろんなことやってるじゃん。歌ってみたやって、雑談やって、ゲームやって、コラボやって、いろいろやってるわけ。バーチャル YouTuber のトップの方々はもう十分に知られていて、チャンネル登録も多くて人気もあるんですよ。だから何やっても伸びるんですよ。それにね、ご自身で配信の切り抜きなんか作らなくても、視聴者さんが特別面白いところをいい感じに切り抜いてくれて、それがそこそこ頻繁にバズるんですよ。で、また伸びるんですよ。そういういい循環に入ってるんですね。それを見て、私もバーチャル YouTuber になりたいと
か思って活動を始めた方々は、その姿に憧れてるので、同じことやって楽しくコラボしたら伸びるんじゃないかとかって思ってるんですよね。わかりますよ。めっちゃわかります。そうなんです。そこが、今回の裏テーマ。コンテンツ特化とやりたいことの狭間。冷静と情熱の間、みたいなやつ。そんなの知ってるよーって人も多いと思うんですけど、ここで一度 YouTube がどういう仕組みになっているのか説明しておきます。YouTube にはおすすめとか関連動画っていう機能があります。令和のこの時代、一番インターネットを使ってる時間が長い、SNS を使ってる時間が長い年齢層が Z 世代と言われる17から26歳くらいの Z メタと言われる世代なんですよ。この世代はインターネットは検索じゃなくてタグとかレコメンドと呼ばれるおすすめによって成り立ってるんですよ。イメージすると分かるのは TikTok って検索します？違うよね。おすすめに載ってくる感じだったよね。LINE ニュースも探さなくてもニュースのランキングがもうあって自分の関連ありそうなニュースが勝手におすすめされるんですよ。そしてそういうの見れば見るほどおすすめの精度が上がってより自分が興味が惹かれるものが表示され続けていくんですね。 YouTube もそれと同じ。そう、ここまで言えばもう分かりますよね。自分から情報を能動的に取りに行ってるのではなくて受動的に情報を摂取してる世代が一番 YouTube を見てる。そしてバーチャル YouTuber のファン層もそこが一番ボリュームが多いんです。ってことを考えたときに YouTube のおすすめや関連動画に自分の動画が載れば必然と伸びるのはもうお分かりいただけたはず。なのでここに表示される必要があるんです。じゃあどうするの？そこでジャンル特化、コンテンツを特化させるっていうポイントが効いてくるんですよ。これは YouTube が出してる情報やいろんな方からお聞きした情報を統合して私が導き出した答えなんですが、できれば毎日最低でも3日に1回くらい同じジャンルの動画、ゲームのタイトルも変えずに最低限のクオリティの動画で目を引くサムネイルやタイトル、こういう動画をアップし続けるっていうのがYouTube の必勝法らしい。よく見るさ、VTuber さんで Twitter のフォロワー数はあんまり多くないんだけど YouTube のチャンネル登録が数万人いるみたいな方々はこれをやってるんですよ。それにこうすることでチャンネル登録者の数よりも再生回数が回って YouTube の広告収入が入ってきやすくなるので稼ぎやすくもなるんですね。だから特化させるために YouTube のサブチャンネルを作ってる VTuber さんも多いんです。ちょっと私の話をさせてください。私はバーチャル YouTuber 界のマツコ・デラックスさんになってディスコテーメテオという存在を見つけてくれた人、関わってくれる人の世界を広げるっていうか、その人が頑張ろうと思えることの背中を押せる存在、なんか役に立つ存在になりたいと思ってこの世界に飛び込みました。でもさ、この世界は思ったよりもいろんなことができて、自分がゆるーっと好きでやってることも許容してくれたり、それが自分の仕事として認められる懐の深い世界だってのを知って、たくさんの人と絡んだりゲームしたりすることも好きになって、そういう活動も今してるんですよ。だから全部やりたいって思っちゃったんですよね。でよ、ここで選択せざるを得ないんですよ。特化してマジで伸ばすのか、自分のやりたいこともやっていくのか、もしくはその中間みたいな感じにしていくのか。私は YouTube の中で爆発的に伸びるってことがないことを理解して覚悟した上でその中間を取るっていう選択をしました。結果が今のチャンネルの状態なんです。コンテンツ特化した方が圧倒的に伸びやすいけど、自分の理想とする活動とは違うんじゃないか、自分の目標とはちょっとかけ離れるかもと思うのであれば、あまり伸びないっていう事実を知った上で自分で選択する必要があるんです。なのでここでディスコテーメテオから一つ提案です。改めて自分の目標と現状を比較してみましょう。ここでも結局目標が出てくるんですよ。目標についてはシリーズ第1弾の動画で語ってるので、こちらをチェックしてください。もし今本気でチャンネル登録者数10万人を目指していて、結構差があるな、でも例えば年内とか2年ぐらいで絶対に行きたいと目標を立ててるのであれば、コンテンツを特化させて一気に伸びるまで粘ってみてはどうでしょうか。もし YouTube で収益を得て生活していきたいという目標を立てていて、今自分のチャンネルが収益化していないのであれば、一回なんか一つの人気ジャンルに特化して収益化まではとりあえず持っていくっていうのはいかがでしょうか。もし私と同じく特化しないっていう選択をするのであれば、地道にコツコツチャンネル登録者さん
自分を応援してくれるファンの方を増やすっていう覚悟を決めて一緒に努力しましょう。ということで、今回のまとめ !1、コンテンツ、ジャンルは特化した方が絶対に伸びる。2、やりたいことと特化のバランスは自分が決めること。3、やっぱりここでも結局目標が大事。この動画をここまで見て、まだ、いや、わかってはいるんだけどさ、って言ってるのであれば、もう一回この動画最初から見て、メモして、自分でどうするか決断してみてね。てなことで、今回は以上。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。この動画の高評価、YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコテンメデオでした。